はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。はーい。前回はね、私の離婚の話をしたんですけど、今回はシェアハウスの話したいと思います。皆さん気になってると思う。日本のシェアハウス生活。どんな感じみたいな。いや、私もね、シェアハウスって初めてではないか。なんか、バンクーバーに、大学生の時バンクーバーにいた時に、シェアハウスに住んでたんだけど、その時のシェアハウスは、一つのアパート、コンドミニアムか、が、なんか4人で、割って生活するみたいな感じだったの。そう。で、今回はですね、なんか本当にちゃんとした会社が運営してて、一つの大きい家を15人で生活するという、めっちゃ楽しそうな感じでしょね。そういう生活でした。私はね、他人と暮らすとかマジ無理っていうタイプだったので、正直シェアハウス行きたくなかったんだけど、住むところないし、どうしよっかな、みたいな。で、自分の人生、新しい人生を歩んでいきたいっていう、なんか自分の人生変えたいっていうのがあって、でもシェアハウスに住む機会なんてないじゃん。だからもう、あんまり行きたくないけど、チャレンジしようみたいな。もう生活を変えてしまおうみたいな感じで勢いよく飛び込んだのがこのシェアハウスです。はい。まだできたばかりでね、かなり綺麗なんですけど、冷蔵庫がありまして、ここワンルーム、一つの部屋なんだけど、冷蔵庫が一人一人にあってですね、ちょっとね、部屋の中はね、マジ汚くてあんま見せられないんだけど、こんな感じでラックがあって、この下に、ラックがあって、その下にベッドがあるの。で、今ここにデスクがあるって感じで、めちゃめちゃ狭いです。そんなもんだと思うんだけど、もうベッド、デスク、冷蔵庫終わりみたいな感じ。そう。で、そんな部屋が15部屋ある。で、3階建てです、ここのシェアハウスはね。で、1階に、洗濯機とか、あとシャワールームとかがあって、トイレは各部屋に2つずつみたいな。で、キッチンが2階。私の隣にキッチンがある。キッチンリビングだね。そう。があって、結構不便はしないですね。はい。大きいトラブルもないし、まだできたばっかりだからっていうのもあると思うんだけどね。で、男女兼用です、ここのシェアハウスは。はい。本当はね、女性専用のシェアハウスも見学に行ったの、別のね。でもね、そこね、なんか古くて、なんか暗かったからやめた。そう。で、今こっち男女兼用で、入ってびっくり。日本人は私ともう一人しかいない。だから他の人たち全員外国人です。はい。で、外国人といっても日本とのハーフの方もいるんだけど、日本に住んでる方は私とそのもう一人の日本人しかいない。はい。他の人はみんな海外から、留学とか、仕事とか、いろんな理由で来てる人が多いです。はい。こんな感じのシェアハウスですね。うん。で、家賃はですね、これ東京なんですけど、8万円ぐらいです。ちょっと高いかなと思うかもしれないんですけど、洗濯も無料だし、トイレシャワーも無料だし、キッチンも使えるし、電気代とかガス代、エアコンとか全部無料だし、Wi-Fi もあるから、まあ、こんなもんかなって感じですね。はい。そう。はい。でね、最近外国人の友達が増えたっていうのは全部このシェアハウスからなんですけど、どんな人が住んでるかというとですね、若いです。多分平均年齢23とか、そこら辺だと思う。マックス年下が18歳です。はい。若っみたいな。そう。って感じ。大体ね、みんな大学生だから、大学院生が多いの。で、半年ぐらい日本になんか、交換留学とかで来て、すぐ帰っちゃうみたいな人が多いですね。うん、最近もね、帰っちゃった人が多くて、今空室が結構あるんですよ、ここ。うん。そう。で、みんな若いのよ。若くていい子。私的にね、いろんな人がいて、やっぱいろんなね、
ちょっとトラブルがあったり、まあ、性格が合う合わないはあるんだけど、まあ私からするとみんななんか若くて、なんか賢くて、なんかいい子ですっていう気持ちがある。みんな賢いね。本当に思った。やっぱね、大学で一人で留学しに来るってすごい勇気だと思うんだよね。私すごいことだと思う。挑戦として。うん。で、ここのシェアハウスに住んでる人って、ハーフの人以外、ほとんどの人が日本語がまだ初級とか全く話せないとか、そういう感じ。だからみんな会話は英語ですね。はい。で、日本語が全くわかんない状況で、日本に引っ越してきて一人でね、シェアハウスで生活するって本当に偉いなって私的には思いました。はい。うん。そう。まあ、楽しかったです。この、まあ、半年ぐらい住んだんですけど、本当に楽しかった。もうみんなに感謝の気持ちしかない。若いけど、年齢とか感じずにみんな、こう、本当に友達として接してくれたし、まあ私にはね、みんなとは違う、重い理由がね、あったのよ、このシェアハウスに来た時に。でもみんな別にそんなことを気にしなかったし、本当に。うん、なんか離婚の話とかしても、なんか、新しい人生だね、みたいな感じで応援してくれるし、まあなんかね、なんか日本は最近離婚する人多いんだけど、やっぱりなんか、アジアの方の国ってやっぱ離婚って重いものだっていう感覚の人が多い気がするのね。多分他のアジアの国もそうだと思うんだけど、でもヨーロッパの国の人たちとか、まあ、このシェアハウスね、ほとんどの人がヨーロッパから来てるんだけど、ヨーロッパ圏の人とかってやっぱ、なんて言うんだろう。離婚みたいな。おめでとうみたいな感じなの。なんか、偉いみたいな。自分の人生自分で決めたんだねみたいな。偉いよみたいな。きっと次の人生明るいよみたいな感じの人が多くって。だから、ほんとこのシェアハウス来てよかった。なんか、一人でもし新しいアパートとかに住んでたら、私精神的に結構やられてたと思うし、そう、ここに来たことで一人じゃないから、なんか一人で考えすぎて落ち込むこととかもなくて、そんな時間もないぐらい賑やかだったから、そう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 。とってもいい時間を過ごしたと私は思ってます。はい。まあいいシェアハウスで運が良かったかもしれないけどね。うん。はい。まあ、どんな国がいるかというと、フランスが4人。一番多い。フランス4人でしょ。日本人2人とか、ドイツ2人とか、またイギリス、スペインとかかな。あとまあ、台湾、アメリカとかかな。まあ、韓国とかかな。はい。そんな感じ。あとタイの人もいた。タイの人もいたかな。そうそう。もういなくなっちゃったんだけど。そう。うん。でね、まあ今回のシェアハウス、まあ楽しかったけど、やっぱ自分の中での課題は英語ですね。まさかこんなに毎日英語しか使わないことになるなんて、日本にいながら留学ですね、完全に。マジ朝から晩まで英語だった。で、やっぱヨーロッパ圏、そしてネイティブの人ニュージーランドの人とかもいて、ネイティブとヨーロッパ圏ばかりだったから、私よりはるかに英語が上手なのね。そう。で、私もなんか頑張って会話とかしてたけど、今回のやっぱ反省点というか後悔、心残りがあるっていうのは、もちろんみんな優しくて仲良くなれたんだけど、本当に仲良くなれたかっていうと、ああ、私の英語がもっと上手かったら多分もっと仲良くなったんだろうなっていうのが感じてて、まあ年齢のこともあるかもしれない。私が年齢すごい上だったからっていうのもあるかもしれないけど、なんかこう、やっぱなんて同じヨーロッパ圏の人とか、まあ、英語がね、上手で流暢な人たちはやっぱコミュニケーションすごい楽しそうですぐ仲良くなるんだけど、やっぱ私はなんか難しいの。やっぱ表面だけ仲良くなって奥深くまで仲良くなることが難しくて、それはね、やっぱこう、まあ反省っていうか、なんか、まあ辛かったことというか苦しんだことでもあるかなと思いますね。なんかこう、私、みんなの会話の邪魔になってないかなとか、なんか思っちゃってへこむこともありました。はい。
まあでも皆さんね、もし日本に留学したりして、なんかそういう経験あると思う。日本人ばっかりが話してて、自分の日本語がなかなか上手くなくて、上手になんかレスポンスできなくって、へこむみたいな。もうそんな感じよ。それはね、やっぱ反省点で、まあでも勉強になったし、いい経験になったことだなと思いました。はい。まあその反面ね、意外に自分の英語が、あの、思ったよりも喋れるようになってて、昔よりも。おやおやみたいな、ちょっとびっくりみたいな感じもありました。はい。でもまだまだだな、みたいな。はい。そんな感じのシェアハウス生活でした。まあ、みんなでね、料理作ったり、たこ焼きパーティーしたりとか、なんかケーキ作ったり、クリスマスパーティーしたりとか、いろんなことしてすごく楽しい生活でした。はい。まあ日本に来たら、シェアハウスおすすめですけど、まあでも私のシェアハウスはほとんど外国人だったので、まあ、日本語を勉強するスペースって考えると、おすすめじゃないかもしれないけど。でも日本で楽しい思い出、まあ、友達を作りたいっていう人はおすすめかなと思います。はい。そんな感じです。他にね、シェアハウスについて質問があれば私の YouTube のコメントお待ちしております。はい。もうシェアハウスもね、あと何日かしかもう残ってないので、楽しもうと思います。っていうか、ゴミめっちゃ捨てなきゃなっていう。こんなに物あるってぐらいいっぱいあるんだけど。はい。ということで、今日はシェアハウスについてでした。はい、今日話したのは柴田トランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あと、新しい会話クラスがオープンしております。4月から上級クラスも追加されて、新しい先生も入りますので、ぜひ参加お待ちしております。はい。もうね、楽しい会話クラスを作ろうと思ってますので、はい。ちょっと日本語を話すの楽しいと思えるようなクラスにしたいと思ってますので、ぜひ参加してみてください。はい。あと、ペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンではですね、今回のエピソードで出てきた新しい言葉を勉強したりとかできますので、ぜひ、参加してみてください。あと、シャドーイングコースの新しい学生も募集しております。詳しくは私のウェブサイトチェックしてみてください。はい。ということで、次回はですね、私の次の人生プランについてお話ししようと思います。はい。ね。いろいろあるんですよ。はい。まあ大きいプランじゃないけど、まあ離婚して自由の身になって、さあ、はるかさんは何をするのか。まあ大体想像つくかもしれないですけれども、それについてお話ししたいと思います。それではまた次回。さようなら。